どうもこんにちは、ギターショップトニークの小沢です。今回は PRS についてやっていこうと思います。はい、今回ついにこいつを使っちゃいます。はい、PRS の中でもですね、様々なシリーズがありまして、プライベートストックとかコアとか S2 とか SE とか、いろんなラインナップがあって、それぞれ価格帯とか、スペックとかも全部違うので、それぞれに合った一本が見つかるというふうな感じになってるんですけども、今回ですね、トニークに PRS のプライベートストックとコアと SE3 本ありますので、それら隅々まで紹介して、サウンドチェックもやっていこうかなと思います。はい、かなり面白い内容になるんじゃないかと思っておりますので、よろしければ最後までご視聴ください。ということで本編へどうぞ。まずはじめにですね、PRS ってどんなブランドなのか解説していこうかなと思います。1985年設立のアメリカのハイエンドギターブランドですね。代表のポール・リード・スミスさんがですね、学生の頃からギターを制作しておりまして、それが1985年に会社として設立されるようになるわけです。PRS のギターのですね、特徴なんですけども、高い演奏性を持っていること、美しいルックスを持っていること、そして、世界のトップクラスと言っていいほどのクオリティコントロールを行っているっていうのが、PRS ギターの特徴だと思います。はい、弾き心地も良くて音も良くてクオリティコントロールをしっかり行っているので個体差もすごい少ないっていう風な感じですね。はい、いいとこずくめなブランドじゃないかなと思っております。でラインナップはですね、先ほどもちょっと紹介したんですけど、プライベートストック、コア、S2、SE っていう風に大まかに4つですね、はい、分かれております。なので初心者の方から上級者の方まで幅広く選ぶことができますね。そしてこちらの PRS ですね、フェンダーとギブソンというエレキギターの2大ブランドがあるんですけども、第3のブランドといっても過言ではないんじゃないかなと思います。 PRS についてですね、詳しく解説している動画ありますので、よろしかったらそちらも見てみてください。そして PRS を愛用しているアーティストなんですけども、カルロス・サンタナとかデビッド・グリッソムとかジョン・メイヤーですね、あとニール・ショーンとかオリアンティとかアルディ・メオラ、アレックス・ライフソン、マーク・トレモンティ、ジョン・マクラフリンとかデイブ・ナバロとか、僕の大好きなダイタさんもそうですし、マキシマム・ザ・リョウ君とか、はい、そうですね、調べるとものすごい数出てきます。はい、きっと皆さんの好きなギタリストも PRS、使ってる方いるんじゃないかなと思います。多すぎて語り尽くせないですね。ということで、そんな、PRS ギターの、それぞれのランクですね、はい、語っていこうかなと思います。まずはじめにですね、最高峰のプライベートストックについて語っていこうと思います。いや、たまらないですね。これプライベートストックなんですけども、始まったのが1996年というふうに言われてますね。アメリカで生産を行ってまして、PRS の中で最上位のランクに位置しております。もともとはですね、リミテッドモデルとかアーティスト向けのカスタムギターを製造する PRS カスタムショップっていうものがあって、そこが母体となってるみたいですね。最高級の木材を使って1本ずつのオーダーによって製作されていて、しかも PRS で最高レベルにカスタムができるっていう風なのも特徴です。プライベートストックをですね制作しているチームなんですけども、2024年現在でわずか11人しかいないみたいで、はい、かなり少数制でやってるみたいですね。であとはですね、このプライベートストック投資番号がありまして、シャープ何々みたいなのがあるんですけども、それがもう今1万超えてるんですよね。プライベートストックってうん百万するラインなんですけども、それがラインナップとしてもう1万種類以上あるって相当すごくないですか？びっくりですよね。なので超高価なモデルであるんですけども、ものすごい需要があるモデルなのかなと、はい、思います。このプライベートストックっていうのはもう生産者がですね手放したくないと思うレベルの下方クラスのクオリティの楽器ですね。そしてプライベートストックのチームはですね、新製品の開発チームでもあるという風な話です。金額がですね、大体180万から300万以上っていう風な形ですね。はい、使う木材とかによっても金額って結構変わってはくるんですけども、ものすごい高級ラインですね。続いて紹介するのが PRS の中でスタンダードなラインに位置するコアシリーズですね。1985年にスタートしたシリーズになってまして、こちらもアメリカで生産されています。文字通り PRS の核となるシリーズですね。アバロンのバードインレイだったりとか、美しいバイオリンカーブのメイプルトップとか、あとはセットネックジョイントを採用していたりとか、あと PRS オリジナルのハードウェアを搭載していたりと、一番 PRS らしさを感じられるグレードだと思います。でこちらのコアシリーズなんですけども、テントップとかウッドライブラリーとか、そういったオプションも備わっていますね。相場がですねだいたい60万円からっていうちょっと高価なラインではあるんですけども、 PRS のこだわりが存分に詰まっているラインだと思います。
続いて紹介するのが PRS の中でエントリークラスに位置する SE シリーズですね。こちらの SE シリーズはですね、2001年にスタートしたラインで、カルロス・タンタナがですね、学生でも手に入れられる低価格で PRS の高い品質を持ったギターをこう作れないかというのを代表のポールさんに提案したことから、このシリーズがスタートします。最初の頃はですね、韓国で生産されていたんですけども、現在はインドネシアにある SE シリーズのみをこう作る専用の工場で生産されています。クオリティコントロールを、しっかりとこう行っていて、インドネシアの中でも PRS だけを作ることにこう専念ができて、他のインドネシア製のモデルと比べると若干こうお値段は張るんですけども、それだけこう高い品質を持っているのが特徴です。ラインナップとしてはですね、セットネックのカスタム24とかマッカーティ594とか、あとはシルバースカイとかですね、ボルトオンとかのモデルも作ってますし、あとセミホローのモデルも作っていたりとか、以前こうコアで生産されていたものがこう SE になって復活するとか、そういうのもありますね。とにかくラインナップがものすごい今豊富になっていると思います。 PRS の中ではですね、エントリークラスに位置するこの SE なんですけども、しっかりとこう PRS の DNA が入っている風に、私は思います。で、新品でだいたい10万円からですね、同価格帯の中のものに比べると、かなりこうクオリティは高い、モデルが揃っているかなという印象です。今回紹介するのがこちらの3本の PRS ですね。まずこちらが PRS のプライベートストックのマッカーティタイガーアイです。こちらのマッカーティっていうモデルはですね、ギブソンでレスポールの開発に携わっていたテッド・マッカーティという人とポールさんがコラボしてこう作ったモデルですね。それまでカスタム24とかかなりこうモダンなモデルを作っていた PRS なんですけども、このマッカーティというモデルでヴィンテージマーケットに参入します。で、こちらスペックがですね、サウスアフリカンマホガニーバックのイーストコーストカーリーメイプルトップ、そして、フィニッシュが、プライベートストックを代表するタイガーアイカラーですね。木目が生かされるカラーだと思います。フィリアードサウスアフリカンマホガニーネックの、ブラジリアンローズット指板、そして指板インレイですね。このバードインレイなんですけども、ピンクハートアバロンの周りを、14カラットのゴールドで囲ってるっていう風な、ものすごい高級な仕様ですね。そしてヘッドのこちらのイーグルインレイですね、エッチング加工されたシルバー素材を採用してます。そしてブラジリアンローズウッドの、ペグボタンとかやりすぎなぐらい高級な、仕様になっていると思います。ピックアップが、バッカーティピックアップを2機搭載していて、コイルタップ可能です。そしてこちらのモデル2007年製の備品中古ですね。価格は今176万円で、販売中でございます。一生ものの一本だと思います。続いて紹介するのが、コアマッカーティ594ですね。こちらのマッカーティ594なんですけども、マッカーティをですね、さらにこうヴィンテージギターに近づけたというふうに言われてまして、スケールがですね、一番特徴的ですね。1950年代のレスポールのスケールの実寸値ですね、測ったところ 24.594 インチだったというところにこう由来しています。実際レスポールって 24.75 インチなので、今こう公表されている数値よりも少し短かったみたいですね。そしてネックシェイプがですね、PRS の中でこう一番太いシェイプですね。パターンヴィンテージというものになってまして、1953年のレスポールのシェイプを徹底的にこうリサーチして作ったネックシェイプですね。そして2ボリューム2トーン 3way のトグルスイッチだったり、チューンオマチックとストップテールピースのような2ピースブリッジになっているのも特徴ですね。さっきのマッカーティよりもよりレスポールに近づけたようなモデルになってます。そして木材がですね、マホガニーバックのこちらフレームメイプルトップですね。そしてマホガニーネックとローズウッド指板で、指板のバードインレイはこちらアバロンのインレイですね。そしてピックアップ1950年代後半のハンバッカーサウンドを目指して作られた 5815LT というものが搭載されています。あとコイルタップ可能ですね。で、価格がだいたい新品で70万円からとかで、中古だと今50万円前後とかですかね。最後に紹介するのがこちら SE マッカーティ594です。こちらのモデルはですね、インドネシアで生産されていて、コアのモデルとの大きな違いでいうと、こちらのトップのメイプルですね。コアのモデルは、フレームメイプルがこう1枚ドーンと貼られていたのに対して、こちら、マホガニーバックメイプルトップの、さらにこちら、フレームメイプルのベニヤが貼られています。なのでこう3層構造になってますね。あとはボディバッグ、コアのマッカーティ594だと、2ピースとか1ピースのものが、主流なんですけども、SE だとこう3ピースのものが採用されたりします。あとはピックアップが、5815の LT の S というものが搭載されていたりとか、あとはコントロール系のこういった、パーツだったりもバックパネルが落とし込まれていなかったりと、そういった部分でちょっとこうコストを下げている、モデルかなと思います。ただマッカーティ594の
の、一番の特徴でもある、スケールだったりとか、あとネックシェイプとかボディのシェイプ、アーチはちょっと違いますけど、もう基本的には、同様ですね。価格がですね、新品で15万7289円ですね。はい。ということで、この3本ですね、はい、それぞれ音の比較やっていこうと思いますので、サウンドの違いチェックしてみてください。どうぞ。
それぞれ音聞いていただきました。いかがでしたでしょうか。いやー、めちゃくちゃ面白い比較だったと思います。はい、言わずもがなこのプライベートストックの音の太さというか、はい、めちゃくちゃこう反応も良くて音も太くて高級なモデルだなっていう音がめちゃくちゃしましたね。コレクションとしての価値ももちろんあるんですけど、使うとやっぱいい楽器なのかなとは思いますね。はい、プライベートストックガンガン使ってるって人あんま見たことないですけど、もし知ってる人いたらコメントしてみてほしいです。であとはもちろんコア SE っていう風になってもピアレスらしいクリアな音はやっぱ出てるなという風な印象ですね。はい、でやっぱどのモデルもものすごい弾きやすいです。はい、ピアレスおすすめです。トニックに来ていただければ弾き比べできますので、よかったら店頭で触ってみていただけたらなと思います。いやすごいかっこいい。ということで皆様いかがでしたでしょうか。音こうだったとか、見た目これめっちゃかっこいいとかありましたらぜひコメントしてみてください。ということで本編終わり。今日が11月15日なんで、明日明後日ですね、PRS のイベントが渋谷のストリームホールで開催されるということで、めちゃくちゃ楽しみですね。いろんな楽器店さん集まって、PRS の方だとポール・リード・スミスさん来るみたいで、トークショーとかあるみたいなので、めちゃくちゃ楽しみだなと思います。あと今回プライベートストックのオーダーをして、ポールさんがこう自ら厳選したトップをこう選べるみたいなイベントがあるらしいんですよ。やりたいなって思うんですけどね。やりたいけど、めっちゃいいじゃん。でももともとなんかピアレスの一番上のディーラーのお店でまずこうスペックを固めなきゃいけないらしくて、オーダー確定した後に最後トップの選定をポールさんと行って、選定したらポールさんと一緒に写真撮るみたいなマジで一生もんの一本になるイベントが開催されるみたいで、もしまた機会があったらちょっとやってみたいなとか思いますね。プライベートストック本当に一本今欲しいと思ってるんでまあ今ね、トニークはまだ SED そうですね、口を通してそのイベントはちょっとできない。そうですね、はい。普通にお客さんにしてそうですね、お客さんとして大手の楽器店さんに行ってオーダーしなきゃいけないです。これでももし自分のお店もそうなってたらできるってことですよね、多分。できるんじゃないかな。夢がありますね。アーティストの方も来られて、はい、イベントもやるみたいなので、はい、もしこう明日渋谷に行くっていう方いたら、はい、ぜひ立ち寄っていただければなと思います。はい。ちょっと話戻っていい？なんでしょう。プライベートストックをはい。決定がオーダーするならどんなの？いや本当にむずいですよこれでも欲しいなって思うんですけど、マジでこだわったら1ヶ月近く考えたいです。本当に全部決めれるんですよ。インレイもヘッドのインレイとかペグボタンもですし、ピックアップとか木材も全部決めれるんで。でもなんか本当にありえないですけど、ブラジリアンネックでスタイルはマッカーティ594でトレモロ乗せたいですね。マッカーティ59のトレムでハカランダネックでとか想像するのは自由なんでねですかね。でもやっぱマッカーティ好きなんで、マッカーティ594めちゃくちゃ好きなんで、それを元にトレモロもちょっと乗せたいのはありますね。はい、ベーシックとしてそうじゃなくて、そうですね、実際に木目みたいにして、そうですね。でインレイもやっぱうちのこのプライベートストックみたいにピンクアバロンで14金で囲ってるみたいな、そんなのできるんだったらなんかもいろいろできそうなんでもうだいぶ決まってるんじゃない？じゃあ明日ね、はい、話だけ聞いてきますねこういうの作ったら今いくらっすかねっつってメーカーさんに本人にただ見つめるだけだめちゃめちゃ失礼。最悪っすねそんなの絶対できないです。でも夢は広がるね。ですね、本当に。いやでもポールさん本当会えるのめちゃくちゃ楽しみだなと思うんで、はい、嬉しいですね、こういうイベントなので。明日11月16日ですね、はい、PRS のイベントでトニック出展しますので、渋谷ストリームホールで皆様お待ちしております。ということで、この動画面白かったという方、いいねとチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。いつも見てくださってる皆様本当にありがとうございます。感謝しております。Twitter、Instagram、Facebook 各種やっておりますので、そちらもぜひチェックフォローよろしくお願いします。11月はですね、こちらトニック年に一度特大セールを行っておりますので、店頭全品 15% オフ、下取りで 20% オフという、はい、ものすごいこう破格なセールなので、よろしければ遊びに来ていただけたらなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。